の中から検索条件に該当するセルを探し出し、その製造業でお勤めの方で、Excel でSUM 関数や if 関数は分かったけど、次はどの関数を勉強したらいいだろう。SUM if 関数って聞いたことはあるけど、具体的にどう使えばいいのか分からない。SUM if 関数って製造現場では具体的にどのような使い方をするのか分からない。といったことはないでしょうか。この動画では SUM if 関数って何？製造現場でどう使ったらいいの？使用する際の注意点はといったことを解説していきます。SUM if 関数を一言で言うと、〇〇な場合、その合計はいくらといった問いに答えてくれる関数です。if 関数による場合分けと SUM 関数による合計の計算が組み合わさった関数となります。例えば、あるリストがあり、行ごとに色が異なっている場合、オレンジ色の行の場合だけの合計数はいくつという問いに答えてくれるのが SUM if 関数のイメージです。この動画では具体例として、毎日の生産数が書かれた日報データを SUM if 関数を使って製品ごとにまとめることを目標にします。はい、こちらですね、左のセル B2 から、E の16までに、生産日報のデータが入力されているということを前提とします。データの内容としましては、コード、製品名、製造日、生産数というのがあります。右に示しております表の方は最終的に作成したい表となっていますけれども、具体的にはこちらの i の列の方に式を入れていきたいと思います。早速ですけれども、結論から言いますと、この i3 の方にですね、次のように入力いたします。はい、イコール、sum if かっこ B3 から、B16 カンマ、G3 カンマ、E の3から E の16カッコ閉じる、これでエンター、そうするとですね、このセル I3 には250という個数が出てきます。これは、この A001 ボールバルブ1というのがこちらですとか、こちらにありますけれども、その合計数がこちらに記載されるということになります。SUM if 関数につきましては、この括弧の中にですね、情報を入れる場所が3つございます。順番に範囲、検索条件、合計範囲というものがあります。これは、範囲の中から検索条件に該当するセルを探し出し、その該当するセルと同じ行の合計範囲の数字を合計するというような意味になります。なので、こちらの例で言いますと、こちらですね、まず範囲というのがこの P3 から B の16のところ、ここの範囲から検索条件、この A の001というのがどこにあるかどうかで、該当するセルと同じ行の合計範囲というところ、こちら、E の4ですとか、E の15、この80と170を足し合わせることによってこの250という計算がされると、そういう意味になります。はい、次にですね、このセル I3 の式をドルマークを入れていくんですけれども、この、3の前
16の前ですね。こちらの方に入れていきまして、で、エンターと。で次ですね、この、セル I3 のところをそのままこの I の9のところまで、ドラッグしますと A002 ですとか A003、B01、001などですね、それぞれの合計生産数が計算されるということになります。はい、注意点なんですけれども、先ほどドルマークの方を挿入したと思うんですけれども、なぜそのようなことをしたのかということについて説明していきます。もしですね、先ほどの I3 のセルで、書いたSUMIF の関数の式につきまして、そのままドラッグしてしまうとどうなるかと言いますと、何か数字が出てはくるんですけれども、例えば I9 のセルの350っていうところを見たら、この範囲のところとこの合計範囲のところがですね、そのまま下にずれていってしまっているということになっています。こうなってしまうと正しい範囲内での合計というものができなくなってしまいます。なので先ほどドルマークをつけました。ドルマークはですね、絶対参照という意味があるんですけれども、このマークを追加することで、そのままですね、こう下にドラッグをしても、この範囲と合計範囲というところが変わらずに固定されてですね、計算をすることができるという特徴がございます。よいしょ。はい、そうですね。結果として同じ数字になるっていうことも、場合によってはあるかもしれないんですけれども、やっぱり正しい計算をするためには、この元々の日報の表の中の範囲と合計範囲というものを固定化した上で計算する必要がございます。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も製造業で役立つ情報をアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。